イラン、アメリカにやられた。報復にミサイルだ。ドバイに。ドバイへ俺。日本語はアメリカがイランの最高指導者を害、イランは報復でドバイにミサイル。もう一度言います。アメリカがイランを攻撃、イランはドバイに報復。なんで？日本も対岸の火事では済みません。ガソリンは200円超え、貿易収支10兆円赤字の予測です。また税金と思ったあなた、正解です。増税シナリオ、今の2026年3月の状況から予測される具体的な税金負担増の展開と金額を整理しました。1、ガソリン補助金の延長とその代償。現在ガソリン価格を抑えるために政府は1リットルあたり30円前後の補助金を出していますが、これを維持するには数兆円規模の国税が投入され続けます。展開、高市首相は予備費の活用や補正予算も否定しないと言及しています。金額、これまでの実績から半年延長するだけで約1兆円2兆円の税金が消えます。これは間違いなく増税圧力で、増税しなければ他の行政サービスの削減をすることになる究極の選択です。2、防衛費増税議論。イランの非対称戦ドローン攻撃などがこれだけ有効だと証明されてしまった以上、日本の防衛もドローン対策などの強化が急務とされています。展開、もともと計画されていた防衛増税の時期が早まったり、内容が強化されたりする可能性があります。ターゲット、法人税、所得税復興特別所得税の転用、タバコ税などが検討対象です。金額、当初計画では年間1兆円強を増税で賄う予定でしたが、今回のような想定外の事態への対応でこの枠が膨らむ懸念があります。3、社会保障費へのしわ寄せ。直接的な税金以外で最も怖いのが物価高に伴う負担増です。展開、貿易赤字が10兆円規模になると円安が加速し、あらゆる輸入品が値上がりします。金額、政府が物価高対策給付金などを打つ場合、その原資は再び税金や国債です。現在、飲食料品の消費税ゼロを議論する動き社会保障国民会議もありますが、これが実現してもその分の減収をどこかで穴埋めしなければなりません。4、いくら払わされるのか。もし今の混乱が1年続くとすると、日本全体で失われる10兆円貿易赤字を人口で単純計算すれば、国民1人当たり約8万円の負担増に相当するインパクトです。これが所得税増税としてくるのか、電気代ガソリン代の支払いとしてくるのかの違いだけで、私たちの可処分所得が削られるのは間違いありません。特にガソリンに100円超えを止めるための補助金がいつまで税金で支えきれるかが直近の焦点です。補助金の限界、政府がガソリン価格を抑えるために出している補助金はいわばバケツの穴を指で塞いでいるような状態です。中東情勢が悪化し、原油価格が跳ね上がると、その指だけでは支えきれなくなる限界が3つの側面からやってきます。1、財政的な限界。現在政府はガソリン1リットルあたり数十円の補助金を出していますが、その原資は全て私たちの税金や将来返さなければならない借金国債です。展開、原油価格が1バレル130ドル、150ドルと上がっていくと、価格を維持するために必要な補助金額は年間で3兆円、5兆円と膨れ上がります。これは防衛費や少子化対策費に匹敵する巨額な数字であり、他の重要な予算を削るか、あるいはガソリン代のために増税するという本末転倒な事態を招きます。金額、すでに数兆円が投入されていますが、これ以上の積み増しは国家財政を破綻させかねないレベルに達しつつあります。2、為替による限界。補助金で無理やり国内価格を安く保つことは、実は円安をさらに悪化させる副作用があります。展開、補助金があるおかげで日本国内でのガソリン消費が減りません。すると日本は高い原油を大量に買い続けるために大量の円を売ってドルを買う必要があります。これがさらなる円安を招き、輸入コストを押し上げ、さらに補助金が必要になるという負けの連鎖に陥ります。金額、1ドル160円、170円と円安が進めば、補助金をいくら出しても物価高の波に飲み込まれてしまいます。3、出口戦略の欠如。補助金は本来一時的な激変緩和のためのものでしたが、依存が長引くほどやめる時のショックが大きくなります。展開、もし今補助金をパタリとやめれば、ガソリン価格は一気に230円や250円まで跳ね上がる可能性があります。国民の反発や経済への大打撃を恐れて政府がやめられなくなっているのが現状ですが、これは将来の世代にツケを回し続けていることに他なりません。まとめ、結局私たちは何を試されているのか。補助金依存の限界とは、税金で価格を偽るドーピングが効かなくなるラインのことです。イランの攻撃による原油高騰がこのまま続けば、政府はどこかのタイミングで補助金の段階的な廃止か、さらなる増税の二択を迫られることになります。ガソリン価格を抑えるための補助金を出すために増税するというわけのわからない状況に追い込まれるのです。極端な未来、10兆円もかかるならそのお金でアメリカに全面協力して戦争を終わらせた方が良くない。思考実験としては有用ですが、デメリットの方が大きそうです。アメリカに全面協力して一気に肩をつけるという選択肢は理屈の上では存在しますが、日本にとっては10兆円以上のリスクが伴います。現在アメリカ政府から日本に対してホルムズ海峡の安全を守るための有志連合、海上タスクフォースへの参加要請が来ているという報道もあります。もしこれに全面協力という形で応じた場合、どのような展開が予想されるかに解説します。1、軍事的な協力の道とその壁。日本がアメリカの軍事行動に深く関与しようとする場合、自衛隊の派遣が検討されます。展開、これまでの調査研究目的の派遣を超えて、アメリカ軍と共にイランのドローンやミサイルを撃墜したり、海峡を強行突破する船舶を護衛したりする役割です。しかし
これには憲法9条や自衛隊法などの法的ハードルが極めて高く、国内で激しい論争が起きるのは避けられません。リスク、日本が直接イランと対峙することになれば、日本企業や在留法人、さらには日本本土がテロやサイバー攻撃の標的になるリスクが飛躍的に高まります。2、経済的な兵糧攻めへの加担。軍事以外では、イランに対するさらなる経済制裁への全面協力があります。展開、イランと取引のある国や企業に対して、日本も足並みを揃えて完全にシャットアウトする動きです。リスク、短期的にはイランを追い詰めることができますが、イラン側もどうせ死ぬなら道連れだと、さらに過激に海峡を封鎖したり、湾岸諸国の石油施設を破壊したりする恐れがあります。そうなれば、日本が最も恐れている原油の完全ストップを早めてしまう皮肉な結果になりかねません。3、歴史的な中立の立場を捨てる代償。日本はこれまで、アメリカの同盟国でありながら、イランとも独自の外交ルートを持つ稀有な国でした。意外と思われるかもしれませんが、両国にチャンネルがある国の方が少数派です。展開、アメリカに全面協力するということは、この独自のパイプを完全に断ち切ることを意味します。一度敵対関係が決定的になれば、戦争が終わった後も、日本は中東での信頼を失い、エネルギー供給の安定を長期間失うことになります。結論泥沼確定。アメリカに協力して圧倒的な力でイランを屈服させれば、確かに海峡は一時的に開くかもしれません。しかし、イランのような国を相手にした場合、正規軍を倒しても、その後のゲリラ戦やテロが泥沼化する可能性が高いのが中東の歴史です。日本にとっての最善策は、協力の姿勢は見せつつも、対話の窓口をギリギリまで残し、これ以上の戦火の拡大を防ぐ火消し役に回ることだと、多くの専門家は指摘しています。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いいたします。